こんにちは、パタヤチャンネルです。今回は意外と知られてないパタヤ観光の中心地のプラタムナックヒルの特集をしたいと思います。プラタムナックヒルとはどこだろうという方結構いらっしゃると思うんですけれども、パタヤからジョムティエンに向かう時の右側に小高い山があるんですけれども、その半島のエリアのことになります。一番わかりやすい目印としましては、パタヤに一度でも来たことある方は必ず目にしてるんじゃないかなと思われるパタヤシティと書いてあるランドマークになります。この場所に来れるというのを知らない方結構いらっしゃるんですけれども、すごく景色がいいのでパタヤの気に入ってる場所の一つでちょくちょく来ます。ちょうど真正面の真下には南東行きのボートが出るバリハイ桟橋があります。このプラタムナックヒルは狭いエリアに山と海が両方ありますので、こんな感じの展望スポットがいくつかありまして、高台から街や海の景色を眺めることができます。ちなみにここの場所は意外と人気の観光スポットだとは思ってたんですけれども、日曜日のお昼ちょっと前ぐらいに行ったんですけども、人影が全くなくて誰もいないことに驚きました。そして展望台としてはこちらの方が有名になるんですけれども、パタヤルックアウトになりまして、これもプラタムナックヒルの丘の上にあります。パタヤの海岸線を見渡すならここが一番綺麗なんじゃないかなと思います。ただめちゃめちゃ驚いたことに、ここも日曜日のお昼にもかかわらず、ご覧の通りほとんど人がいない状態でした。そして以前は崖沿いにあったカフェが少し内側に入ってしまいまして、好きなカフェだったんですけども景色がいまいちになってしまいました。そして奥の方に進めますと、クロムアン・チュポンさんの記念碑がありまして、この方は5代目の王様の息子さんで、海軍の発展に尽力された方ということで、海軍の父と呼ばれてタイでは結構有名な方らしいんですけれども、ここだけ人がたくさんいました。その真正面には広い展望スペースがあるんですけども、なんとここも人が全くいませんでした。ここも過去何十回と来てるんですけども、正直こんなに人がいない状態を見たのは初めてです。それも日曜日のお昼頃ということで、僕的にはかなり衝撃の映像になりました。ただパタヤそんなところばかりではないんです。このプラタムナックヒルの先端のこの辺りは週末やばいことになってます。すごい数の人が集まってきてまして、駐車場がたくさんあるにもかかわらず路上駐車がこんな状態になっちゃってます。そして皆さん何の目的で来るかと言いましたら、ここに立ち並ぶカフェに来られる方々の車になります。一軒のカフェではなくて有名な景色のいいカフェが立ち並んでいるということで、まずこちらザ・スカイギャラリーというカフェなんですが、ここもかなり人気のカフェになりまして、毎日営業してまして、朝8時から23時まで営業となってます。正直そんなに安いカフェではなくて、そこそこのお値段するいいところなんですけれども、この海沿いの景色を求めて週末になりますとすごい数の人が来店します。そしてそのお隣にありますチョコレートファクトリーもめちゃめちゃ大人気になりまして、毎日11時から夜10時まで営業してます。目の前にはチョコレートファクトリー専用の大きな駐車場が用意されてるんですけれども、もう結構たくさん入ってました。そして景色がいいだけではなくて、すごくおしゃれな店内になってまして、チョコレート屋さんというよりは完全なレストランになります。ここも結構なお値段するんですけれども、かなり人気のスポットになってます。今回は入店してないんですけども、以前来た時にいろいろ食べたんですが、このピザが最高に美味しかったです。そしてさらにそのお隣がフォレストというレストランなんですが、正直ここはあまり知らないです。お客さんもそんなに入ってないような雰囲気でした。そのお隣はまた有名なスリーマーメイドという大きな顔のオブジェがあることで有名なカフェになります。
毎日朝10時から夜の11時まで営業してます。このお店も目の前に大きな駐車場があるんですけれども、もうお昼過ぎの時点でかなりいっぱいの車が止まってました。このお店自体は比較的新しいお店になりまして、僕はまだ一度も入ったことはないんですけれども、入り口からも海が見えますし、上からの写真はこんな感じで、左の方にあります大きな女性の顔のモニュメントの前で皆さん写真を撮ってます。ただ僕自身こんなおしゃれで高いところはめったに行かないんですけれども、今回は僕がよく行くお店ご紹介したいと思います。プラタムナックヒルの繁華街といえばこのソイゴになるんですけれども、ビッグシー右の向かい側にありますこちらのスムージー屋さんにしょっちゅう行くんですけれども、ここのおすすめがココナッツスムージー50バーツになります。他のフルーツのスムージーも30バーツですし、ミックスでも50バーツになります。なぜココナッツだけ他より20バーツ高くて50バーツになっているかと言いますと、ココナッツが高いからというわけではなくって、量がめちゃめちゃ多いんです。丸ごと1個ココナッツ使いますし、実も削って中に入れてくれます。甘さの方は調節してくれるんですけども、今回は何も言わずノーマルのものを注文しました。そしてできたものがこちらになります。ちょっと比べるものがなくて大きさが分かりづらいとは思うんですけれども、かなり大きいサイズになっています。そしてこのお店から50メーターぐらい歩きますともうビーチになりますので、ちょっとこの日は暑かったんですけれどもビーチで飲みました。50バーツの最高の贅沢になります。そして観光地に戻りまして、こちらがパタヤで一番高いところにありますお寺になります。ワットプラヤイと言いまして、通称ビッグブッダと言われるところになります。ここも僕自身好きな観光地の一つになるんですけれども、毎年初詣は必ずここに来ます。今年の初詣もここに行きまして、1月の動画でアップしてますので、詳しく見たいという方はぜひそちらご覧いただければと思います。ここも通常土日は混み合う場所にはなるんですけども、展望台よりは多少人がいたかなという気はするんですけども、すごく静かな感じでした。そして大きな大仏さんの裏に回りますと、結構景色がいいところが見えてきます。プラタムナックヒルの先端あたりが見えるんですけども、この左の方がジョムティエンのエリアになります。そして今真正面に見えてますのがパタヤタワーになります。最後にこのパタヤタワーがありますパタヤパークをご紹介したいと思います。ここもご存知の方多いと思うんですけれども、パタヤ有数の人気の観光スポットになるんですけれども、現在は駐車場もガラガラであまり人影は見られません。上の展望台まで上がることができるんですけれども、ちょうど今見えているのがゴンドラになるんですが、上から3種類の方法で降りることができます。1人でぶら下がってジャンプするものだとか、2人乗りのリフトや今見ていただいたゴンドラなどがあります。そして一時ちょっと前ぐらいにチケット売り場を撮影したんですけども、一切人が見当たらなくってこんな状態でした。日曜日の昼過ぎにもかかわらずこの状態はやばいなと思ったんですけども、実は知らない間に営業時間が変わってました。お昼の1時から夕方6時まで営業ということで、ちょうど撮影してたのがオープンするタイミングだったのでいなかったというのもあると思うんですけども、お客さんはそんな多くないと思います。ちなみに上にレストランがありまして、ディナーも食べることができるんですけれども、バイキング形式で夕方4時半から22時までの営業となってます。ただ多分やってるとは思うんですけれども、空いてるかどうかは未確認になります。そしてチケット売り場の横にはお土産屋さんのスペースがあるんですけども、中は空っぽで一切何もありませんでした。そしてパタヤタワーの隣にウォーターパークとファニーランドがあるんですけれども、ファニーランドの方は全く人影が見当たりませんでした。
お客さんどころか機械を動かすスタッフも見当たらなかったので、オープンしているのかどうかちょっと微妙な状態だと思います。ウォーターパークのプールの方はオープンしているようで、こちら入場料が大人1人200バーツになります。こちらの方は人影が少しありまして、声も結構聞こえてきましたので、そこそこ人は入ってるんじゃないかなと思います。ただ日曜日のめちゃめちゃ暑い日でこの程度の客入りですので、かなり経営大変だと思います。以上、今回はパタヤの観光の中心地のプラタムナックヒルをご紹介させていただきました。現在海外からの観光客はほとんどいませんので、また来年あたりに観光客で賑わうプラタムナックヒルもご紹介できればと思います。次回あさっての動画は、夜にはなかなか行けない高級店のお昼の超お得なランチをご紹介したいと思いますので、ぜひご覧いただきたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。